おはようございます。今日は4月16日朝の今ちょうど6時です。起きれてよかった。寝坊許されませんからね。で見て、電線がものすごい。なんかホテル出たところでホテルの人がタクシーを捕まえてくれようとしてたんだけど、隣にいたフランス人の方がウーバーがなんか使えて一緒に乗せてきてもらいました。嬉しい。もういい人に出会って。So, where is the bus stop? It's one moment, yes. One moment. Vediamo cuscino con testa. ここで乗る前に2ソル払います。ここラパス行き60ソルって書いてあるけど、50ソルまで負けられると思いますので交渉してみてください。あとクレジット使いますね。はい、今の時間が6時40分、あと5分後に出発です。このバスで行く。なんか不安だったけど結構ちゃんとしっかりしたバスですね。ラパス行き結構たくさんあって、時間もいろいろあるので選べるから、到着したらバスが空いている時に選ぶといいと思います。来られるご予定の方は参考にしてください。こっちにもあるね、バス。これアレキバ行きだ。6時半出発って書いてあるけどまだ出発してないね。2ソルをこのバスターミナル使用料とかなんか税金って言ったかな、タックスって書いてあったから、それを支払いました。なんか行き先がいっぱいあってバスもいっぱいあるからどれか分かんないけど、すごい受付の人が親切に教えてくれて、国境を今回越えるのでその申請方法とかを教えてくれました。昨日自分でやろうとしたんだけどうまくいかなくて、これは全部見せられないけど QR コードを発行してくれます。でこの画面をそこで見せるような感じです。ただ非常にね、どこ行ってもそうなんだけど Wi-Fi っていうか電波が弱いんですよね。なので必ずこういう QR とかバスのチケットとか取ったらスクリーンショットスクショしておくことをもう超絶おすすめしておきます。スクリーンショットしとかないとそこでつながらないとアウトになっちゃうので気をつけてください。あとそう、このバスねちょっと乗り継ぎがあるんですよ。ちょっとそのハードルも高いのでそのレポもしたいと思います。じゃあ今日も楽しんでいきましょう。さっきのバスかと思ったら隣にバス来ました。7時って書いてある。なんか乗ろうとしたらこっちですって言われた。こんなバスだけど。バイバイプーの今の時間が朝の7時5分です。出発しました。5分遅れだけどよかった。なんか聞いたら同じグループでした。ラパス行き乗り継ぎがあるからこれで大丈夫。一緒に乗った人の顔覚えとかないと置いてかれちゃうので大変。これ結構ね面白い国境越えをしますよ。ということで改めましておはようございます。今日の、旅はですね、で今回今乗ってるバスが国境を越えるバスになります。でその後ラパスに向かってそのラパスからまた次のバスに乗り継ぐんですけど、その時に3時間ぐらい時間がありますのでラパスを3時間ほど観光して次のね目的地に向かいます。なので今回の、動画はですね、観光というよりは本当移動が多いと思いますけれども、よかったら一緒に楽しんでいただけたらと思います。今日はどんな旅になるんでしょうか。ハプニングないといいんですけどね。プーノの街なんですけど、私の肌感ではちょっとクスコより物騒な感じがします。夜もね、寒いからもあるからもしれないんですけどほとんど人通りなかったですね。ホテルから見てて
で買い物するのにも必ず鍵が閉まってて、インターホンを押したりとかしてました。昨日のランドリーとかもそうでしたね。ピンポン押して鍵を開けてもらうような感じでした。で警察の方もすごいたくさんいたので、こうやって見るとシャッターの前にまたさらにフェンスがある感じしません？私プーのそんなに物騒とかっていう情報を仕入れてなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。でなんかやっぱりね、ちょっと怖い感じしました。クスコよりちょっと怖い感じしましたので、皆様お気をつけください。これは私の肌感だから何とも言えませんけど、ちょっと街並み見てもちょっと違和感ありますよね。チチカカ湖というかね、ティティカカ湖なんだって正式に見えてます。席移動してきちゃった。ガラガラだもん、バス。多分10人ぐらいしか乗ってないと思う。Transporte se llama Titicaca Bolivia. Titicaca Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, vamos a parar en este momento. ¿Ya? Okay, please. Good morning, please. Attention, please. Arrive to border now, please, in 25 minutes. Arrive to border now, please, in 25 minutes. Recommend, please, that all group the bus company name is Titicaca Bolivia. That's all group, please, the bus company name is Titicaca Bolivia. Please, before to board the bus stops only 10 or 12 minutes in a small house for the change money, and then soles a Bolivia money, dollars a Bolivia money, or euros in this small house. In this small house you have toilet. In this small house you have a small snack, for tea, coffee, water, or fruit, everything. ここで両替するんだって。私はドルを両替してもらおうと思って、ここでボリビアノにします。で、10分から12分しか時間ないよって言われた。トイレ行きたい人はここでトイレっていうことでした。多分ね、20ソルを両替したら50ボリビアノになりました。でドルを両替しようと思ったけど、ここは多分ね、あんまりレートが良くないと思う。なんとなくだけど。で、コパカパーナの方に行ったらドルを両替しようと思います。なんかバスの中がめちゃくちゃ臭くて鼻つまむレベルなんですけど、後ろに移動したらトイレがあるんです。トイレがめっちゃ臭い。In the Bolivian side, you check two office. In the Bolivian side, you check two office, please, okay? In the border, you have to checking big arch. This to border. Finish to Peru. Welcome to Bolivia. The big arch are 100 meters, and the left side open two offices in the Bolivian side. Okay? Pasaporte está Migración Bolivia y in same place Aduana Bolivia con cell phone query. Finish. Free. This bus stops in the Bolivian side. It's only 20 minutes. 2回目降りたのが9時40分。ここでイミグレーションやるような感じですね。ここは国境付近です。ここでなんか税関のやつやるみたい。ちょっと写真撮っとこう。国境越えます。ここがペルーで、はい、ボリビア入国。コパカパーナボリビア入りました。で、チチカカバスが来た。これね、いろんな人のブログ見て、なんか難易度高そうって思ってた場所。ここだ。ちょっと先でしたね。イミグレーション。さっきのとこで入国審査して、坂登ってきたら、あそこで QR コードを見せて、で、ここでパスポートを見せる感じでした。ハードル高いけど、ほとんどの人がここに来るから大丈夫そう。
私でもできた。よかった。ということでサクッと、何カ国目だろう。メキシコ、コロンビア、ペルー、4カ国目、ボリビア入国しました。はあ、よかった。ここ結構難関だった。でバスがこっちに来てくれるんで、荷物は置きっぱなしでも大丈夫。よし、乗った途端にすぐに走り出しましたよ。もう買い物なんてしてる暇ないですね。でこの後はまた別の場所に移動します。これがねちょっとブログとかだけで見てると難しそうなんで難関だったんだけど、意外と来てみるとそうでもないですね。全然順調です。この動画参考になればいいな。ここでバス乗り換えるんだって。ラパス行きだから一回荷物をピックアップして、よくわからないけど無事に到着できるといいな。今リュックを預けられました。でチェックインもここでして、で時間は今自動的に変わったんだけど11時20分になりました。時間が1時間ラパスじゃない、ボリビアは進んでます。ペルーと1時間の時差があります。でここから1時15分にこの場所に戻ってきてって言われました。だからだいたい2時間ぐらい時間があるそうです。そうなので観光しましょう。ちょっとどんな感じなのか。私のこと覚えててって言ったけど覚えててくれるかな。そんな無責任なこと言っちゃいけないよね。ここも両替所すごいたくさんありますね。さっき両替しちゃったけど、まあレートはそんなにたくさんあったわけじゃないからちょうどいいかな。50ボリビアーノあります今で。ジェミニに聞いたらちょっとくらいだったら過ごせそうなので、あとねドルがね日本円に換算すると非常に弱いんで美味しそう朝ごはんだから、ちょっとウユニに着いたらお金を下ろそうかなと思います。ツアー代金は払えるので最悪何も食べたり飲んだりしなければなんとか足りるけど、やっぱりねガイドさんにチップとか渡したりとかするから少し下ろさなきゃいけないのでちょっと考えながら5ドルだけ両替するかもしれない。でも5ドル両替しても日本円だと5ドルは750円か。5ドル両替してもね多分50ボリビアーノにならないんだよね。ここはチチカカ湖ボリビア側です。来たぞ私、ここまでやった。めっちゃ自信つく。こんなとこ来れたら嬉しいな。本当ここはですね標高、ここも3600か3700ぐらいありますね。なので富士山の頂上ぐらいのところで今私はいます。いやちょっと達成感半端ないですね。周辺はこんな感じです。ホテルも周りにありますよ。そして今日の体調なんですけれども変わりなしですね。変化なく相変わらずですね。お腹はゆるゆるですけれども頭痛とかも一切ないですね。で息切れ、今喋ってても息切れそんなにしないからなんかもう慣れたのかなって感じがしますね。ただそうだね、お布団の中に入って寝るときに船に乗ってるような感覚はありました。ちょっと記録のためにお伝えしておきましょう。あとこの湖の中なんですけど
すごい綺麗じゃない？透明度が高くて、で全部藻が立ってるような感じ、見えますかね。魚もいるそうなんですが、ちょっとここからは魚は確認できないな。昨日のねウロス島もすごい良かったですよね。楽しいことばっかりで1週間充実しまくりです。ウーバーで一緒に乗せてもらったフランス人の方だったんですけど、その方は3週間ペルーにいるって言ってました。で私は、10日間2週間で南米を周遊してるって言ったら、短いねって言われました。分かってるんですけど、なのでやっぱりね時間あれば、時間かけてねゆっくり見て回られるのがいいと思いますね。なんか可愛い建物ありますね、あそこ。なんかガウディ建築みたいな感じ。ペルーは美食の国としてももうね世界でかなりね有名になってるそうです。確かにねどこ行っても美味しいものでしたね。美味しく食べれましたし、昨日の夕飯もすごい美味しかった。なのでペルー来たらねいろんなものにチャレンジしてみてくださいね。私今回ねセビーチェをねまともには食べなかったんだけど、でもそれもねリマが一番美味しいわって言ってましたよ、リマ在住の人が。クスコのセビーチェよりリマの方が美味しいって言ってた。私はリマ行ったけど寝るだけだったからね、セビーチェぐらい食べとけばよかったな。なんかまたペルー来る理由ができた気がします。ちょっと港から離れて今ずっと向こうからずっと歩いてきたところです。今見て、海が上に上がって見えるね。でこの辺りもお土産屋さん街になってます。で両替なんですけどいっぱいあって、全部ちょっと一箇所聞いたんだけど、やっぱりドルから、ボリビアーノに両替するのはあんまり、今の日本円の状況では、今のね日本円の円安の状態では非常に割が合わないので、やっぱり現地に着いてから ATM で下ろそうと思います。多分ウユニまではさっきのソルを両替して、今私の手元に50ボリビアーノあるんですけど、それをジェメニに聞いたらなんとか足りるっぽいので、日本円に直すとねだいたい1000円ぐらいですね。とりあえずそれで過ごそうと思ってます。で私が今向かっているのはなんとか教会って書いてあるところ向かってます。1カ所ぐらいちょっと観光してお茶しようと思います。そして今のレートなんですけど、日本円に直すとだいたい100円で 4.3 ボリビアーノだから、そうね、5ボリで100円っていう風に思っといた方がいいかなって思うので、そういう風に計算しながら行こうと思います。よし、もうこうね通貨が毎回変わるからね、せっかくソル覚えたのにまた一からスタートになっちゃいますね。もうさ、こんな標高が高いとこなのになんでこう坂が多いんでしょうね。街がすごい体力使うわ。美味しそう。ここもグラム売りなんかな。ここら辺もポップコーンみたいなのがある。美味しそう。つまむのにいいな。でも食べ歩きはちょっと難しそう。あ、なんかちょっと楽しそうなところがあるね。あそこか。教会、十字架が見えてきた。ちょっとあそこまで行きましょう。こんな感じです。お土産屋さん街まだここも続いてます。なんか公園がありました。だいぶなんか雲行きが怪しくなってきましたね。ちょっと今まで見た中でちょっと違う感じの教会ですね。ここモザイク柄で、どちらかというとなんかモロッコに近いような気がする。ヨーロッパではないかな。テラコッタとか使われてて、でここもこの地面にこう石ころで描かれてますね。何かが、星とかが。今気がついたんだけど、このコパカパーナのこの
C の文字、これマチュピチュで教えてもらいましたよね。太陽の神殿のところで、太陽が当たると半分この形になるって。日本にはないこう何かを崇めるっていうね、信仰心が強いですね、こういう場所ってね。もともとこの辺りはスペインに統治されてたから、みんなスペイン語だしね、ここら辺も。っていうかスペインってすごいですよね、そう思うと。私ヨーロッパで一番最強なのはドイツだと思ってましたけど、そんなこともなさそうですよ。いろいろなんでここがスペイン語でブラジルがポルトガル語なのかっていうのを調べると結構面白いです。そろそろ現金を崩したいですね。ちょっとこんなちっちゃなお店で買ってくれるかな。私が想像してたのとちょっと違いますね。なんか港町って言ってたから、港にこういう露天商が並んでるのかと思ったら全然違かった。やっぱ旅とか想像するとすごい想像力が湧きますよね。だけど全然違かった。来てみたらのんびりしてたらもう12時だ。あと1時間ぐらいだな。市場かな、ここ入ってみる？ちょっと行ってみるか。うわ、チキンが丸ごと。おお、臭い、めっちゃ臭い。臭いといえばバスも臭かったけど、ガラガラだったからね、後ろに行ったんだけど、後ろに行ったらもっと臭かった。ドラゴンフルーツ、意外と新鮮ですね。私はお腹壊してるからバナナ食べたいけどな。バスの隣で飲み物を買って小銭を崩しました。これが6ボリビアーノで日本円にするとね140円でした。12時半、まだあとちょっと45分ぐらいあるね。お腹痛くなってきちゃったんだよね、本当に。やっぱり高山病だと思う、私このお腹。ここに来て歩き始めるとお腹が痛くなる。コーヒーくらい飲みたいな。でもコーヒー飲みに行こう。ターミナルの荷物置き場はこんな感じです。今いっぱいになってるね。でもなんか誰でも取りに来れるからちょっと危ない気がする。これだって今度チチカカペルボリビアって書いてある。これ乗っていきます。1時間ぐらい乗ったところでバスを降りました。ここからですね、渡し船で向かいます。またなんか違う、今度は船に乗って行くんですけど、このバスはちょっとあれに乗ってバスが渡るみたいですよ。ちょっと面白い名物な感じで、ここで3ボリビアーノが必要なんですよ。小銭が必要だからさっきお水を買いましたという感じです。ここで待つ時間があるのかと思いきやそうでもないね。でここで3ボリ必要なんだよね、多分。ここで払うのか。でチケットを購入で、ここで回収されるんだ。またボート体験ができますね。で見て、バスがほら、バスが乗ってるよ。ほら見えるかな。車に対岸に到着。今2時34分。船で来て、まだバス来てない。面白いねこのシステム。この後はラバスまで
こです。置いてかれないようにしないと。でバスが来たのでまた同じバスに乗ります。こっから多分ね2時間ぐらい乗ってると思いますね。すごい街、ラパス到着ですよ。到着しました。今の時間が4時43分です。で次のバスが夜の9時なので少し時間があるので、またねここもね吊り鉢状の街になるのでロープウェイを楽しもうと思います。ただちょっとここですね、また危険な場所になるので、十分に気をつけて旅を続けたいと思います。 USB させるところがあった。もっと早く知りたかった。上だからね長めのコードがあるといいですよ。バスは上にも荷物が置けて、後ろにとてつもなく汚いトイレがあり、そしてオレンジのシートです。ということで次に乗るバスはオンラインでもう購入してるので、そのバスのところで荷物を預けようと思ってます。結構大きなバスターミナルですね。こういうのより大きい気がする。見えてなかった。ごめんなさい。なんかマッサージチェアとかありますね。さあバス探そう。私のバス会社はどこで、ちょっと周辺にいますか。いろんなところの行き先のバスありますね。すごいずっと向こうまであるよ。こっちもあるし向こうにもある。あ、でっかいね。あらあら大きい。うどん屋さんもある。ちょっとこういうローカルフード食べたいですね。またバスターミナルから離れたところにありました。でもね歩いてすぐそこでした。バスターミナルあっちからちょっと歩いてきたけどめっちゃ緊張した。ではこの後ロープウェイに乗っていきます。ここがバスターミナル、さっき到着したところです。でさっきのところはまたツアー会社になるんですけど、また戻ってくるのが8時半って言ってましたね。8:30合ってると思う。まあ、早めに戻りますけどね、1時間ぐらい前には戻ります。そんなに夜遊びできませんね、怖くて。ちょっとビビってます。またで見て周りすっごい、ここから見てももうあの辺の街並みが見える。でどっから乗るんだろう、ケーブルカー。ちょっとバスターミナル中入ってから調べますね。こういう風にグアダエクイパって書いてあるところで荷物を数時間預かってくれるそうです。レストランとかもありますね。目玉焼きとかある。なんか日本食に近いですね、なんとなく。ペルーもそうだったけど、お食事は意外と何でも口に合いました。ここで少し食べてから行けるといいな。さっきねちょっと場所を聞いたので多分すぐそばだと思います。バスターミナルからすぐって言ってた。この辺かな。到着しました。遠いじゃん結構。なんかさバスターミナルのすぐ横って言うからさすぐ来れると思ったらさとんでもないよ。結構歩いてきた。今5時半です。6時で閉まっちゃうのでちょっと急いできます。もうさここ観光するのこの滞在時間だけなんで、ラパス来たかったのはここだけです。ここも標高高いんですよ。3600でここからさらに200メーター上がるのでだいぶ高いね。これ
あっちでチケット買うのかな。なんかね、ここパークになってて、なんとかパークでした。でチケット売り場はこっち。この辺りは結構観光客が多いから大丈夫そうですね。で上まで行って、これからですね、私は泥棒市というところに向かいます。やってるといいんだけど、ただね、すごいスリが多かったりとか、あとスマホ取られたりとかっていうことが非常に多いので、気をつけていきたいと思います。ここか。チケット売り場ありました。いくらだろう。キャッシュすっごい少ないけど、行きと帰りでシスってことで6ボリビアーノでした。なので2枚なくさないようにしていきます。どうやって乗るんだろう。1枚なくさないようにしないとね。よいしょ。お、なんだ、切るだけでしたね。なんやね。さあどんなんでしょうね。楽しみ。ちょっと街中は怖いけど、観光客がいるところはちょっとほっとします。階段登るだけで息が切れる、マジで。この山々は何だろう。今の時間が5時44分。15分ぐらいで着くと思うんだよ。ここかわいいね。なんだここ。ここだけイラストで描かれてる。こんなん上にも車走ってる。ここにもマッサージチェアがある。結構耳がキンキンする。ここからですね、泥棒市に向かおうと思いますが、どこなんでしょう。あ、やってるね、もう早速。そこが市場だ。乗る人もすごいね。ちょっと様子を見ながら撮ろうと思います。なのでここから1回ちょっと切ります。ここね、閉まるの6時ぐらいなので、もうね閉めかけてるところいっぱいあるんですけど、この泥棒市の由来がですね、なんかやっぱりその盗品を売ってるっていうところから由来してるそうなんですが、でもそんなこともなさそうだけどね。でもちょっと靴が1足ずつしかないのとかある。どういう売り方これ。どういうことになってんのこれ。ちょっとスマホを出すのは怖いのでスマホは出せませんが、私の格好もねだいぶすごいよ。こんな感じです。これ何持ってるか分かんないぐらいちっちゃいカメラっていいですわ。でここでね、なんかねちょっとしたそのなんだろう、ローカルフードが食べれるみたいなのでちょっと食べたいなって思ってるんだけど、かなりね息苦しい。これさ、なんだっけ、フランスのモントレイユか、あそこに行ったのと同じ匂いがする。ちょっとアフリカ系な感じかな。ちなみにですね、この泥棒市はやってる日が決まってるそうで、週に2回かな。で今日たまたま木曜日で空いてました。でもこの情報ねジェミニなので確かなことは分かりません。もしかしたら毎日やってるかもしれないし、なんかおしゃれな教会みたいなの見えてきました。息が切れるっていうかさ、ずっと向こうまであるんだけど、なんかあっちまで行くとだいぶ遠いからもういいかな、戻りましょう。
ここはね200メーターぐらい上がってきたので3800メーター、さっきまでいたプーノと同じぐらいの標高ですね。というか最初に両替した50ボリビアーノで今12ボリビアーノを使ったので、あと38ボリビアーノ残ってるんですよ。それで夕飯をちょっとローカルフードで食べたい感じします。靴屋さん多いんですけど、これどうやってみんな買うんだろう。1個ずつ見つけるのかな、同じ種類を。バラバラなの、すっごい謎。この辺一体靴売り場ですよ。面白いね、いろんな国のこういうの見れるの。これなんだ、ジュースかなんかね、いっぱい枝分かれしてるから結構あっちこっちありますね。じゃあまた戻ります。ちょっと食べてみたいお店が見つかったので行ってみようかな。この先はなさそう。ちょっと行ってみよう。生野菜か、ダメかな、生野菜やめとくか。今お腹があれだから。サンボリビアーノトレスマンハッのこれは何？なんか一番少なくない？マンハットの今後？知らない。Dulce de leche. 何？ Dulce de leche. ドゥーセジレチ。 ¿Te lo pongo? 大丈夫？グラッシャ。なんかさ、満タンに入ってるやつかと思ったのにさ、こんなちっちゃいのだった。まあいいけど、つまみながら行きます。みんな美味しそうなのも売ってる。私うっかりしてたんですけど、食べ歩きすると息苦しさが増す。ちょっとこの旅はいつもと違いますね。トヨタがあるよ。トヨタ、日産。何？バンパーのバンパーかな。なんか車から剥ぎ取ったような感じですよね。ちょっと慣れてきた。ちょっと入ってきたところですね。さっき。なんか美味しそうなの売ってるよ。ポテトとか。あったかいの食べたい。ここさっき気になったところ。いくらなんだろうね。あともう一箇所あるけど。あっちはカフェかな。今の時間が6時半です。ご飯を食べて帰ろうかと思ったんですけど、ちょっと寒くなってきたのと、この夕暮れ時綺麗なのでこのまま下に降りようと思います。ちょっと夕暮れ時一緒に楽しみましょう。ラパスの観光、私はこれで、終了です。結構すごい並んでますよ。ほら、ここでやっと開けられました。ビビりすぎかもしれないけどね、いつもねこの身の回り品はこういう風にやってますよ。特にね緊張しましたね今回。でも楽しいっていうか、見れてよかったって感じです。来れないと思ってたので、さっきとは違う眺めですね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。これが暗闇になると星空っていうかね、宝石箱のようになりますね。メデジンもすごい綺麗だったけど、この山なんでしょうね。後で調べてテロップ入れておこうと思います。No es como en el horno, menos que Claro, no es lo convencional, solo caliente. Se acuñaron alrededor de 13 millones de monedas. Y la clave es un poco de eso significa que está para todos. Más gente viene comprando y es mucho eso. Cuando hay más oferta de demanda. ロープウェイ降りて今、ちょうどですね6時53分なんで、そろそろ7時になろうかというところです。
であんまりねこの周辺治安いい感じしないんですよね。なので、また一旦カメラ、止めてバスターミナルまで行こうと思います。来るときはちょっと分かりにくかったんですけど、今これがバスターミナルです。なので一回正面から出たらぐるっと U ターンしてこの高台の方に来るともうすぐですね。今ちょうど7時ちょうどになりました。だからロープウェイまでゆっくり行って10分ぐらいな感じですかね。できるだけ人がいる場所を通るようにしてます。でも本当にこの時間戻ってきてよかったかもしれないですね。頂上付近はだいぶ寒くなりますので、景色もすごく良かったですね。今日はずっと移動続きですね。でもこの後バスに乗ったら朝起きたらウユニなのでめっちゃくちゃ楽しみ。はい、ということでバスターミナルまで戻ってきました。でフードコートにあるやっぱりあったかい飲み物がよくてスープにしました。こんな感じ、お腹に優しそうでしょ。これね卵が入ってます。でっかいゆで卵とじゃがいもでチキンとこれなんだろう。今回はあそこのお店でスープを買いました。24ボリビアノ、めちゃくちゃ美味しかったのでおすすめです。はい、ということで今回の、移動動画になりましたけれどもいかがだったでしょうか。ちょっとねこういう旅を知らない人には何の、動画なのっていう感じかと思うんですけれども、南米を旅行される方はですねかなり情報が少なくて、で私もですねずっと本屋さんとかでも本を探したりしたんですけど最新の情報ってあんまりないんですよね。なので少しでもこれから旅をされるご予定の方にお役に立てればと思います。今回の私はプーノからラパスに移動するその船渡し船みたいな渡し船っていうのかな、なんかそういうの移動するのとか、あと国境を陸路で越えるっていう方法がちょっとブログとかを見ていると難しそうに感じました。でも実際に来てみると意外とスムーズにできたので失敗もなくできたので、多分こちらの動画が参考になればいいなっていうふうに思ってます。であとラパスはですね非常に治安が悪い場所になります。でウーバーを使うにしても結構道が混雑しているので、私はちょっとそれを避けようと思ってずっと歩いて回ってきました。で行きたかったのは今回紹介した上の泥棒市のみになったので、ちょうどロープウェイで上がっていった一番上のところですねまで行ってきたところです。で行って帰ってきただけなんですけど、ラパスの観光は一応それだけを予定していたので、今回のラパスの観光はここまでになります。でこの後ですねバスに乗ってウユニの町に向かいます。ということで今回の動画、ここで終了にしたいと思います。移動動画とはいえですねコパカパーナとかあと、ラパスも観光したので結構ボリュームが、あるかなっていうふうに思ってるんですけど、どうなるんでしょうか。よかったら飽きずにまた続きも見ていただけると嬉しいです。それから最後にねいただいた、チキンスープなんですけど、これまで食べてきたの3種類あったんですけど、なんと一番美味しかったです。最後に食べれてよかったでは、続きの動画もまた楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。バス停からずーっと歩いてきて階段登るとあります。それ以上上にはちょっと怖くていけないけどね。9時ぴったり。
ました。